ミルトンチャンネルです。今日は先日取り付けたサブバッテリーをさらにアップグレードさせて、真夏の伊豆で快適に車で連泊できるかを検証してきました。こちらの天気予報のように、連日最低気温27度を超える熱帯夜でしたが、12V クーラーとサブバッテリーのおかげで、毎晩涼しく過ごせて、かなり楽しかったです。前回までは 30A の走行充電器を使っていましたが、今回はより充電時間を短くしてみたいので、50A のものを使ってみます。商品を開封してみます。内容物は 50A の走行充電器本体、バッテリー温度センサーケーブル、スマート発電機用の IGN 信号線、RS485 通信ケーブル、電子保証書、ステッカー、そして取扱説明書と取り付け金具。こちらは 60A 用のヒューズになっています。30A の走行充電器の時は 40A のヒューズだったんですけども、こちらは 60A、2ランクぐらい上のヒューズをつけるような形になります。この付属のケーブルなんですけども、今回の施工には一切使いません。こちらの温度センサーケーブルなんですが、こちらはリン酸鉄リチウムバッテリー自体にすでに温度センサーがついているので使う必要はありません。このケーブルは鉛バッテリーの時のみ使用するそうです。続いてこちらのスマート発電機用の IGN 信号線。こちらはスズキのディーラーに問い合わせて、私の車エブリー DA62W は充電制御車ではないので、このケーブルは取り付ける必要がないということが分かりました。続いてこちらの RS485 通信ケーブル。こちらも私のエブリーには使う必要がないので使用しないことになります。今回は走行充電器を 50A のものに交換することによって、ケーブルの太さを1ランク上の14スケアのものに交換する必要があったので、ケーブル類は全て買い直ししました。また、こちらのヒューズも 70A のものを使わなければならなかったので、こちらも Amazon で購入し直しました。今回購入したのが3メートルの赤と黒のプラスとマイナスのケーブル。そして50センチのプラスとマイナスのケーブル。そしてこちらはバッテリー同士をつなぐ30センチのケーブル。そしてこの2本の赤のケーブルは、こちらのヒューズをかます際にプラス極側のみをつなげばいいので、この赤の2本のケーブルを購入しました。ヒューズにこの2本のケーブルを仕込んでいきます。走行充電器を 30A から 50A にアップグレードするにあたって、すべてのケーブル類を外していきます。サブバッテリーを安全に取り外す手順は次の通りです。まず、車のバッテリーのマイナス極から外し、プラス極を外していきます。次に、ソーラーパネルのプラス極を外し、プラス端子をテープ等で絶縁します。その後、サブバッテリーのプラス極を外した後、マイナス極を外します。そして最後に、走行充電器からすべてのケーブルを取り外します。それでは、この手順に従って作業していきます。シート横のこれを取り外します。はい、今回のケーブルなんですけども、30A の時は8スケアのケーブルで良かったんですけども、このように14スケアとかなり太くなるので、ちょうどこの辺りに穴を開けて、ここからケーブルを通して車内に配線したいと思います。この穴開けにあたってこの車のシートがあるのがちょっと邪魔なので、この2箇所のボルトを外して一旦このシートを外したいと思います。この2箇所のボルトを 14mm のレンチで外します。穴開けは一番鉄板の薄そうなこの部分に穴を開けていきたいと思います。穴を開ける前に一旦このバッテリーのケーブルを全て外しておきます。バッテリーを外す順番はマイナスを外して、その後にプラスを外していきます。続いてプラス側も外していきます。外れました。8スケアのケーブルはもう使用しないので2本とも取り外します。はい、両方ともケーブルが外れました。はい、穴を開ける前に鉄粉がこの下に行かないようにテープをこのように養生代わりにして、このベタベタする部分に全て鉄粉が落ちるように仕込んでおきました。ちょうどこの黒い丸のこの左側の黒い丸のところに穴を開けていきます。
ステップドリルで穴を開けていきます。結構簡単に穴が開きます。穴が開きました。鉄粉もこのように養生していたので、テープのところについてくれています。開けた穴はダイソーで買ったヤスリでバリ取りをします。ホルツのタッチペンで錆止めをしておきます。穴も開いたのでプラス極からつないでいきます。この横の部分にヒューズ付きの短い20センチのケーブルを仕込みます。このヒューズとこのバッテリーの間は短ければ短いほどいいそうなのですが、私が見つけた中でこれが一番短かったのでこれを購入しました。ではこれを横のこの部分にこのように取り付けて仕込んでいきます。そしてバッテリーを止める順番なんですけれども、バッテリーに接続する際はプラス側からつないで、その後にマイナスをつないでいきます。はい、接続を終えました。まだこちら側にはケーブルはつないでないんですけれども、とりあえず安全のためにケースの中に入れて絶縁している状態にしてあります。続いてマイナスケーブルもつないでいきます。このマイナスケーブルのこれはこのケーブルがつながっている部分でボディアースというところで車体からマイナス極を取るというところがあるんですけども、ちょうどこの部分からアースを取っていますので、この場所と同じ場所でサブバッテリーのボディアースも取ろうと思います。なので今もうちょっと仮接続している状態なんですけども、黒いマイナスケーブルを取ってこの部分からアースを取ってあげれば、ケーブルが1本分プラス極のみ車内を這わせるような感じにできますので、ケーブルの節約にもなるので、ここからボディアースを取ります。実はこの方法、本来ならうまく充電できるはずだったのですが、私の施工方法が悪くうまく充電できませんでした。マイナスケーブルから取っているこの赤丸の部分につないだだけでは走行充電器がうまく機能しませんでしたので、マニュアルに書かれている通りマイナスケーブルを走行充電器の方にきちんとつないで接続をし直してみたいと思います。タッチペンを置いたこの穴ですけれども、このままでケーブルを通してしまうと傷がつくと思うので、ホームセンターで購入してきた溝ゴムをこの部分に仕込んでケーブルが傷まないようにしたいと思います。この穴の部分に溝ゴムを仕込んでいきます。ゴムでこのように挟めるようになっていて、これを仕込んでいきます。溝ゴムを仕込もうとしたんですけれども、穴が小さすぎて仕込めなかったので、ビニールテープでここのところを養生してケーブルが傷つかないようにしたいと思います。貼り付けるビニールテープなんですけど、このような感じで少し短めにやってあげて縦に貼っていけばなんとか貼れますので、こういった形で養生しておきたいと思います。今一つな見栄えではあるんですけども、見えないところなのでよしとします。でこのケーブルを仕込む前に、こういった部分がもしヒューズ付きとはいえここの部分に仕込んだ後に万が一車に触れたりすると危ないので、このテープで絶縁しておきます。絶縁完了です。この穴から引き込んでいきます。引き込んだケーブルを 70A のヒューズと接続をします。これ本来は 50A 用の走行充電器には 75A のヒューズがいいそうなんですけども、ちょっと 75A のものが見つからなかったので、今回は 70A のヒューズを仕込むことにしました。金属に触れたりしないようにケースをしておきます。これで OK です。この仕込み終えたヒューズなんですけど、ちょうど電源ケーブルがあるようですので、このヒューズはこの電源ケーブルに耐候性の結束バンドを使って固定をしておきます。がっちり固定できました。これで、車の振動ですとかそういったことで揺れたとしても何の問題もないと思います。一応このような形で固定をしました。このような形で中に引き込んでいます。3メートルのマイナスケーブルは同じ穴からこのように通しました。そしてこのケーブルをこのマイナスの端子と一緒に接続していきます。配線はちょうどこの下のフラット床の下を這わせて引き込んでいます。前回のサブバッテリーの検証でこの 12V クーラーが 100Ah のバッテリー容量だとちょっと物足りないかなという感じがあったので、今回全く同じリン酸鉄リチウムイオンのヒート機能のついたバッテリーを仕込むことにしました。実はこのバッテリー、違うタイプのバッテリーを並列で増設することは推奨されていないようなので、全く同じヒート機能付きの
マートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを仕込むことにしました。こちらも接続をする前にこのように電源を切って安全な状態で接続作業をしたいと思います。本来この休眠モードはバッテリーの長期保管に使うものですが、バッテリーの接続にも安全に接続することが可能になるので、とても気に入っています。次にソーラーパネルのこの PV プラスと書いてある端子のプラス端子を外していきます。念のためこの部分はテープで絶縁しておきます。電源をオフにするにはこのアップポートの方にこちらの起動スイッチを挿します。通常であればこのように青いランプがついていて今起動されている状態なんですけども、これを3秒間長押しして電源をオフにします。はい、このように電源が切れたらライトがつかなくなりますので、このプラスとマイナスの部分には電気が供給されてない形になっています。はい、それではこのバッテリーの電源も切ってあるので、プラス極側から外していきます。サブバッテリーはプラス極側から外すそうです。マイナス極も外します。はい、外れました。サブバッテリーのケーブル類も全て外していきます。2台の走行充電器を比べてみました。こちらが 50A の走行充電器、そしてこちらが 30A の走行充電器。大きさは全く同じサイズのものになります。重さも同じな感じですね。ではこちらの 50A の走行充電器に交換していきたいと思います。こちらの 50A の走行充電器はフューズを 60A のものを仕込まなければいけないので、まずこの 60A のフューズをプラス極側に仕込んでいきます。60A のフューズに 20cm のケーブルと 50cm のケーブル両方つないでいきます。このケーブル、Yahoo ショッピングで安かったので購入しましたが、実際施工するとギリギリの長さだったので、もう少しだけ長いケーブルを購入すればよかったと思いました。サブバッテリーにつなぐフューズ付きのケーブルはこのアウトプラスのところにつないでいきます。なるべくバッテリーに近いところにフューズが行くようにつなぎました。ここのケーブルは 50cm、ここのケーブルは 20cm です。2台のバッテリーを並列して接続していきます。接続手順はプラス極側を一旦つないで、その次にマイナス極を接続するような手順になります。で、この時にマイナス極に絶対触れないようにしてください。これ触れた瞬間にショートしますので。このバッテリーの場合は電源がオフにできるのでいいんですけども、普通のバッテリーだとショートしますので気をつけてください。プラスの端子の部分につないでいきます。マイナスの端子も接続していきます。これで2台のバッテリーをつなぐことができました。走行充電器へのケーブル取り付けは以前に施工した動画の手順で行いました。このレノジーの走行充電器とサブバッテリーはまずマイナス極に全てをつながないといけないそうなので、この走行充電器から出たマイナスケーブル、このポータブルクーラーのマイナスケーブル、インバーターのマイナスケーブルをまず全てこの部分サブバッテリーのマイナス極につないでいきます。これをひとまとめにしたくて、前回も使ったものなんですけども、絶縁キャップの大きなものを使ってここに取り付けていきます。ちょっと強引ではありますけど、合計4本のケーブルがここに接続されています。並列したバッテリーの接続なんですけども、マイナス極はこちら側に、そしてもう一方のプラス極はもう一方の方のプラス極に挿しました。並列はこのように挿さないといけないそうです。ちょっとプラス極のケーブルが結構ギリギリめなんですけど、とりあえずこれで動くので良しとしています。そして並列部分のプラス極とマイナス極も絶縁のキャップをかぶせて事故が起こらないようにしています。12V クーラーのこのエキスパンションバルブのこの部分なんですけれども、どうしても結露してしまうので断熱するために梱包材を使って全面に巻きつけていきたいと思います。最後は白系のテープでぐるぐるに巻いておきます。はい、これで、断熱できたと思います。この横の部分にもクーラーにぴったりフィットするように断熱材を仕込んだので、これで結露することがないと思います。今回は 12V クーラーや車の車体温度をサーモグラフィーカメラで映像に収めてみたかったので、サーモグラフィーカメラで最も有名なフリアーが内蔵されたスマホをゲットしてみました。
フリアーは赤外線カメラのトップクラスメーカーで、カメラの性能はとても良いのですが、熱感知以外に用途がない割に結構お値段がお高めなので、昨年はこれを買うのを断念していました。今回クーラーや車体温度を検証するにあたり、スマホにフリアーが内蔵された商品を見つけたので、これをゲットしてみました。商品を開封してみます。内容物は、スマホ本体、取扱説明書、充電器。これは日本仕様の充電器ではないですね。なのでこの充電器は使用できないんですけれども、Type-C ケーブルを使えば充電できるようですので、これは市販の Type-C ケーブルで充電をしたいと思います。そしてこの SIM カードを挿して取り外すものと、あとは Type-C の充電ケーブルですね。両方とも Type-C のケーブルになっています。この携帯電話、BL8800 Pro というそうなんですけども、ちょっと結構重たいですね。こちらの製品は防水性になっているようで、Type-C の端子がつなげられて、ここで充電をするようになっているようです。一応日本語のマニュアルは1、2、3ページ分マニュアルがついているようです。おそらく使えばわかると思うので使ってみようと思います。こちらのスマホは 1.5 メートルの深さでスマホを30分間水に沈めても大丈夫なようですね。電源を入れてみます。ブラックビュー Android と書いてます。私普段 iPhone を使っているので Android の使い方は熟知していないんですけども、指紋認証画面が出てきたんですけども、指紋認証はこの横のこの部分を触って認証するようです。早めに軽くタップすると指紋認証がすぐ終わるようです。ちなみにこの携帯の重さを測ってみます。369g。結構重たいですね。ちなみにケースをつけていない iPad と比べてみると 523g ですので、若干このスマホの方が軽いかなっていう感じはあるんですけれども、やっぱり結構重たいですね。ケースなしでこの重さなので、かなり頑丈に作られているとは思うんですけど、重たいのがちょっとこのスマホは欠点といえば欠点かもしれません。ケースを外した iPhone 12 Pro と比べてみると 195g。このスマホは iPhone の約2倍近くの重さがあります。後ほどこのスマホを使ってクーラーや車体の温度を測りたいと思います。今回は真夏の伊豆で快適に車中泊で連泊できるかを検証します。食品等が傷まないよう車載冷蔵庫も使っていきます。せっかく海に来たので釣りにも挑戦してみます。この日はたまたま運が良く1頭目から魚が釣れました。釣れた。なんだ、なんか釣れた。あ、なんか釣れました。なんだろうこれ。なんだろうこれ。なんか釣れた。あまりにもちっちゃくてかわいそうなんでちょっと逃がした。来た、釣れた。来た来た。やばい、釣れた。あ、ちょっとさっきのより大きいかもしれないです。やばい、釣れた。なんだろうこれ。あ、釣れた釣れた。なんだなんだ。釣れました。やった。この白が釣れました。やった。25センチぐらいありそうですね。すごい嬉しい。やった。ちょっと食べるにはあれなんで今日は逃がします。無事帰ってくれました。よかったよかった。このジグサ引きは巻いてくるだけで釣れるんで楽しいですね。すごく全然難しくないんで。あ、釣れた釣れた。なんだなんだなんだ。あ、やった。あ、同じぐらいのサイズの肌が結構簡単に釣れます。手のひらより大きいんで、これは25、6センチあるんじゃないでしょうか。これも逃がします。なんか2年ぶりに釣りして入れ食いなので結構楽しいです。釣れた釣れた釣れた。あ、でかいでかい。結構でかい。なんだこれ。でかいでかい。やった。やったやった。なんだなんだ。あ、やばい、バレる。バレるなバレるな。背中に引っかかっちゃって大きいと思い込んだみたい。
みたいですね。こんなに釣れると嬉しいな。バイバイ。あ、来た来た、でかっでかっ、やったやったやった、でかいでかい、なんだこれそこそこいいサイズのお花が釣れました。多分30センチぐらいあると思います。30センチ弱ぐらいありますね。やったー、釣れた。ちょっと大きめのが釣れました。うまっ。逃がしてあげます。よかった、帰ってくれました。いや、なんか室味じゃないですかね。なんだろうこれ。あ、イワシですね。イワシくんでした。あ、ごめんね、傷つけちゃったね。逃がしますね。さよなら。帰っていきました。久々に釣りできてすごい楽しいです。釣れた釣れた。すごい、めちゃくちゃ小肌が釣れます。楽しいぐらい釣れちゃいます。釣れました釣れました。あ、バレた。外れた。うっそー、マジか。ちょっと大きい感じしたんですけど外れましたね。残念。来た。また外れた。また外れた。うそー。追加でカマスが釣れました。めちゃめちゃちっちゃいですけど、多分15センチぐらいだと思うんですけど、鉛筆カマスが釣れました。もうちょっと大きくなったら多分美味しいと思うんですけど、これもリリースします。1時間半ほど釣りをして満足いったので、今日の車中泊場所に向かいました。はい、時刻は9時36分。現在の車内の気温は 28.9 度ですね。結構蒸し暑いです。で、今回はサブバッテリーを2台にしましたので、一晩は余裕で持てると思うんですけども、冷蔵庫を動かしたりですとか、そういったことにも使いたいと思いますので、クーラーの電源を入れて、冷蔵庫の電源も入れたいと思います。では、クーラーの電源入れます。すごい、いきなり涼しくなりました。涼しい。このすぐに冷気が出るのがいいですね、やっぱり。時刻は9時51分。クーラーの当たっているところの気温は 22.2 度まで下がりました。もうちょっとね、ずっとクーラーの風に当たってると寒いぐらいですね。すごく冷えてます。いい感じです。そして冷蔵庫の電源も入れたいと思います。このインバーターにつないで、この部分のシガーソケットのところから電源を取ります。はい、つきました。クーラーを稼働してから約15分ぐらい経ってるんですけども、 96.7% まで減りましたね。これなら多分朝まで全然持てると思います。クーラーが強すぎるので少しクーラーを弱めたいと思います。今もう 22.2 度なんでだいぶ冷えてるんで少し弱めます。26度ぐらいで冷やしていきたいと思います。めちゃくちゃ涼しいです。いい感じですね。やっぱりクーラーが直撃してるところは22度ですね。車を長時間運転してきたんで、この床はエンジンですとかマフラーで熱くなってるんですけども、もうこの辺りがすごい涼しいんで全然問題ないですね。今回冷蔵庫はここで冷やしている形にしています。冷蔵庫の中の気温は15度、12.7 ボルトで冷やされているような感じになっています。食事を作っていきます。今日買ってきた食材がこちらです。
海鮮盛り合わせ。本当は稲田ですとか、そういったお魚を釣って食べたかったんですけれども、そこまでの魚は釣れなかったので、スーパーで買ってきました。そして、ちょっと最近、ちょっと太り気味なので、ダイエットを兼ねて、明太混ぜ麺。この商品は、おからパウダーの商品になっていて、糖質 0g、タレが 3.2g、カロリーが54キロカロリーしかありません。これに、コーナゴをまぶして食べたいと思います。なんとこれ水を切る商品だったので、ちょっと水切りはビニール袋に開けちゃいました。本当に麺みたいな感じですね。明太のタレをかけていきます。コーナゴをこの上にかけたいと思います。ちょっとダイエット中なのでちょっと質素な感じなんですけれども、ノンアルビールと一緒にいただきたいと思います。すごくクーラーがめちゃくちゃ効いてて気持ちいいです。気温23度です。もうちょっと寒いぐらいですね。ちょっと贅沢して冷えた感じで食べたいと思います。いただきます。あ、わさびもらってくるの忘れました。残念。おいしい。ブリもいただきます。本当はこれのちっちゃいやつでもいいんで、これを釣りたかったんですけど、今日は釣れなかったです。いただきます。こんなに脂が浮いてます。脂が乗ったブリですね。いただきます。ちょっと一旦寒いんで止めちゃいます。止めるとこんなに静かになっちゃいます。このクーラーすごく冷えるんでいいんですけども、ちょっと風の音がうるさいのが気になりますね。コウナゴを乗せたおからパウダーの麺も食べてみます。57キロカロリーなんで、カロリーは少ないはずなんですけど、味はどんな感じなんでしょうか。いただきます。美味しい。豆腐麺にちょっと近いような感じですね。明太ソースがすごくパスタみたいな味になってます。うどんというよりはどっちかっていうとパスタの味と食感の雰囲気に近い感じがします。美味しいです。美味しい。今外の気温は29度。車内が快適で嬉しいです。ごちそうさまでした。で、調理の際に出たゴミなんですけれども、このように冷蔵庫の中で生ゴミを保管すると臭くならないということを聞いたので、ちょっと試しで入れて家に持って帰って捨てようと思います。ちなみに今冷蔵庫の温度をちょっと見ています。冷蔵庫のこの辺りの部分はものすごい発熱をしていますね。冷蔵庫の横の部分は一番暑いところは46度もありますね。かなり暑いです。こういったことから車内の一番端っこの方に冷蔵庫を置くようにしています。ちなみにこの冷蔵庫の中を開けるとこんな感じですごくひんやりしています。今マイナス15度の部分もありますね。はい。ちなみに排水なんですけれども、今のところはそれほど激しく動かしていないので排水は出てきていないですね。濡れてもない。ちょっと水が今水滴がポロッと落ちましたけど、それぐらいでそんなには出てないですね。はい、時刻は10時54分。バッテリーの残量は現時点で 89.47%。 このクーラーとあとは冷蔵庫を同時で動かしても1時間20分ぐらい使って 89.47 なので、朝までは全然楽勝でいけそうです。ちなみに今回はこのような感じで寝ようとしていますが、サーモグラフィーで見てみるとこのような感じですね。やっぱりこのバッテリーですとか走行充電器のあたりは多少熱を持っているような感じです。一番奥のこのインバーターがあるんですけども、最大のところで37度ぐらいになっていますね。足元も26度とかなので結構寝やすいとは思います。一番冷えてるところで 15.7 度。
かなり冷え冷えな感じになります。私を撮ってみるとこのように当然発熱しているんですけども、撮ってしまうとこのような感じで足がものすごい熱いように見えてはいるんですけども、私がどういった足がひっついていたようなところは当然熱があるんですけども、そうではないところは27度ですとかそういった感じですので、結構冷えていますね。自分がいたところの温度がちゃんと瞬時に出るのはすごく面白いですね、これは。はい、現在もうすぐ7時ですね。朝まで爆睡しました。車内の気温は 25.7 度。すごく涼しく快適に眠れました。寒かったんで薄手のブランケットをかけて寝たんですけど、これかけて寝るぐらいでちょうどよかったです。バッテリーの残量は 55.38%。100アンペアアワーを並列させて使っておりますので、200アンペアアワーあるんですが、冷蔵庫とクーラー両方合わせて余裕で持ちますね。昨日はクーラーと冷蔵庫のみに電気を使って料理には使いませんでしたが、これなら料理に使っても全然余裕そうですね。昨日はかなり激しく雨も降って湿度が高くて寝苦しい夜だったんですけども、クーラーのおかげで快適に眠ることができました。今日朝ごはんに作ろうと思っているのはオートミールのしらす丼とお味噌汁を作りたいと思います。このオートミールなんですが、とてもヘルシーで栄養価が高い上に糖質が白米ご飯と比べて 60% オフなので、こちらをご飯代わりに作ってみたいと思います。こちらのオートミールに水を 50ml 入れて電子レンジで加熱をするとご飯のようにもちもちになりますので、今回はこのシェラカップと IH クッキングヒーターでオートミールをご飯のようにもちもちさせてしらす丼を作ってみたいと思います。いい感じにご飯っぽくなってます。あちあち。いただきます。本当にご飯みたいになってますね。もうもちもちしてます。いただきます。美味しい。食感はご飯に近いです。美味しい。海苔の香りがすごくふわーっと広がって優しい味ですね。これは糖質も低いし食物繊維も豊富なのですごくいいかもしれないです。美味しい。しらすもすごくいい感じです。あ、これすごくいいな。美味しい。もっちりしてて食べ応えがある食感です。これはご飯の代わりになると思います。美味しい。ご飯は炊くまでに 2,30 分かかると思うんですけど、これは IH を使って作っても10分程度でできますので結構楽ですね。美味しい。このオートミールはご飯と比べても使う水の量もすごく少ないので、車内で調理をした時に湿気がこもらないのもいいですね。ごちそうさまでした。今日作ったしらすのオートミール丼なんですけれども、実はオートミールがシェラカップに焦げつくのを心配してたんですけれども、とろ火の機能を使えば焦げつきの心配もないので、このオートミールご飯を車中飯で他でも活用してみたいと思います。はい、時刻は8時23分。バッテリーの残量は 46.9%。調理をした割にはほとんど電力を食ってないですね。これでしたら車を走らせれば充電が可能になると思います。今ソーラーパネルの充電量を確認してみたんですけども、 0.69 アンペアソーラーパネルから充電されていて、9ワットサブバッテリーへ充電されているようです。
現在 45.73% のバッテリー残量ですので、これがどこまで増えるか検証したいと思います。朝からやっている温泉施設に向かいます。これから向かう三島の雄大温泉は晴れていれば露天風呂から富士山が見え、夜は三島の夜景も楽しめます。また漫画を読めるコーナーがあり、くつろぎスペースで寝ながら漫画を読むことができるので、ここを選んでみました。お値段はクーポン利用で3時間690円。フリータイムコースを選ぶと館内着タオル付きで足湯も堪能できます。温泉や足湯も良かったのですが、私が特に気に入ったのが各席に電源があり、ちょっとしたコワーキングスペースとして利用できる点。キャンピングカー等で長期間移動されている方にも気軽に使える便利な施設でした。3時間目いっぱいリラックスできたので、南伊豆へ向かいます。この南伊豆への走行検証で、今回走行充電器を 30A と 50A 両方使ってみて4つ気づいたことをお伝えします。まず1つ目、平均充電量について。これは私の K のエブリィでも 50A の方が充電のワット数が多くなりました。30A の走行充電器は下道でのアベレージが約 280W 前後の発電量なのに対し、 50A の走行充電器では平均 380W を超えていました。次に燃費と発電機の負荷について。私のエブリィ DA62W は発電量が純正で 60A なので、もしかしたらバッテリーに負荷がかかりすぎて燃費も悪くなるかもしれないと危惧していました。今回 30A から 50A にアップグレードして車内クーラーをつけ、 VT クロックメーターで電圧を測定しながら走行しました。結果はメインのバッテリーの電圧も下がることがなく、 30A の走行充電器よりも多く充電できていました。気になる燃費は詳しく測れていませんが、体感できるほど燃費が悪くなったような感じはありませんでした。次に最大充電量について。これは 30A の充電器が最高 419W に対し、 50A では最高 544W の充電量がありました。また期待した高速道路での運転は時速 100km を出しても発電量は思ったほど増えず、平均で 380W 程度しか給電しませんでした。発電量が最も多くなったのは時速 70km から 80km あたり。このくらいの速度で安定して走ると一番発電量が高くなる傾向がありました。その際 50A の方は平均でも 450W 程度発電していました。逆に最も発電しなかったのが車のエンジンをかけた直後や信号待ちで長時間アイドリングをする場合。これは 30A、50A ともに充電量が 100W を下回ることもありました。次にソーラー発電について。30A と 50A の両方のソーラー発電をチェックしましたが、私のつけている 18V100W のソーラーパネルではそもそも最高 5A、約 60W 程度しか発電されず、走行充電の充電量にはかなわないことが分かりました。冷蔵庫も10度ぐらいでずっと動かしっぱなしです。この冷蔵庫の消費電力は 2A、約 24W を消費しています。バッテリーの残量は3時間半の車の運転と3時間温泉に入っていた際のソーラー充電で 93.94% まで回復。約 50% 程度充電することができました。現在時刻20時43分。車内の気温は 32.6 度。床に置いていたこの温度計42度になってますね。で、ここかなり暑い感じです。マフラーですとか車からの排熱なんですけれども、サーモグラフィーで見てもこのようにすごく下が熱くなっています。食器ですとか調理器を置いていた部分がずっと熱に触れていた部分なんかはすごく熱くなっていますね。このように食器が置かれていた部分の温度はですね、37度。すごく暑いです。車の排熱が上に上がってくるがゆえに夏の車中泊は結構大変だったりするんですけども、暑い。涼しい。
はい、現在の時刻が20時48分。いやー、もうだいぶ涼しくなりました。もうここにいるだけですごい涼しいです。ありがたい。クーラーつけて本当良かったです。もうこれ取り付けるのめちゃくちゃ大変だったんですけど、つけて本当に良かった。ちなみにすごく冷えてる状態になってるんですけども、8.2 度ですね。だいぶ涼しいです。はい、時刻は20時53分。クーラーをつけて10分弱ぐらい経ちました。気温が 28.7 度、湿度が 45% ですね。かなり涼しくなりました。私はこのように体に直撃させているので、さらに冷えがすごいですね。はい、じゃあちょっと料理を作っていきます。はい、今日作る料理はサワラの西京焼きですね。IH で加熱していきます。そして2品目はきんぴらごぼうです。これを選んだ理由は、1袋 70g あたり 92kcal とヘルシーだから、こちらを選んでみました。ちなみにこの西京焼きも1切れあたり 131kcal とかなりヘルシーです。そして3品目は5種野菜とキャベツの千切り。これも洗わずに使えるので、こちらを選びました。100g あたり 20kcal しかないので、かなりヘルシーです。この塩昆布をこのサラダにかけて食べようと思います。1食分 6g あたり 16kcal とかなりカロリーが低いので、これを選んでみました。ゴミは冷蔵庫に入れて冷やして持ち帰ろうと思います。この冷蔵庫に入れる作戦、生ゴミが全く臭くならないのですごくいいです。ちょっと最初抵抗があったんですけれども、このように袋で小分けしておけば何の問題もないです。あー、いい感じや。美味しそう。照りが出てる。ちょうどいいかも。いいですね。ちょっと焦げるぐらいの方が美味しいですからね。ちなみに今の気温22度、湿度 48% です。ダイエットメニューなんで、ちょっとお皿に対して非常に西京漬けがちっちゃく見えるんですけども、食卓的にはこんな感じなんで、いただきます。今日はノンアルビールもヘルシーで統一してみました。いただきます。焼き目もいい感じですごく美味しいです。美味しい。欲を言うと、このクーラーがもう少しだけ静かであってくれるとすごく嬉しいんですけど、クーラーの音が扇風機を強で回したぐらいの音量は出ます。そこだけはちょっとこのクーラーのデメリットかなと思っています。美味しい。10時11分。車内の気温は 22.1 度。湿度 50%。消費電力は 71.19% まで減りました。料理もしましたし、2時間程度で 30% ほど使いましたが、昨日のクーラーの消費量から考えても朝まで全然余裕で持つと思います。ではちょっと10時12分と少し早いんですけども、寝たいと思います。はい。ただいまの時刻、朝7時。24.5 度で 78% ですね。外がですね、雨が降っていて、寝る前よりちょっと湿度が高い感じになっています。気になるバッテリーの残量が 24.69% なので、寝る前が 75% ぐらいだったので 50% ぐらい使いました。9時間で 50% ほど使用した計算になります。糖質オフのチョコクロワッサン。このクロワッサンは糖質が 10.4g、 カロリーも 163kcal なので比較的ヘルシーです。細切れになっている胸肉のプレーンのサラダチキン、そして自然解凍させていたブロッコリーを食べたいと思います。1杯 10g という粉の多いコーヒーを買ってみました。通常コーヒーは1杯 6g から 7g ぐらいの
コーヒーが多いんですけども、これ 10g あるのでかなり濃いコーヒーが入れられると思います。パンもいい感じですね。ブロッコリーのサラダチキン丼と糖質オフのチョコクロワッサン。車内の気温は 24.6 度、快適に過ごせています。このクロワッサン、もっとパサパサしたイメージを持ってたんですけど、意外と脂が乗っててしっとりしてました。美味しいです。ごちそうさまでした。車中泊するときなんですけど、ヘッドレストを外すと前の座席に移るのもすごく簡単になります。朝食べたゴミがこれなんですけど、これも冷蔵庫の中に入れて持って帰ります。最初かなり抵抗があったんですけども、匂いが一切しないので、このやり方はすごく気に入りました。時刻は朝9時9分、気温は 23.8 度、バッテリーの残量が 7% まで減りました。12時間以上クーラーを稼働させていて、冷蔵庫も駆動させました。料理もこの2台のサブバッテリーを使って2食分作りましたので、7% という減り具合は妥当なのかなと思います。真夏の海沿いで車中泊を連泊する場合は、200アンペアアワーぐらいのバッテリー容量があると安心かもしれません。そしてこの部分の結露なんですけども、断熱対策をしたので結露は一切ここについていません。この下を触っても水がつく感じがありませんので、断熱材でぐるぐる巻きにしてよかったです。ご覧のように外は雨が降っています。おそらく湿度はほぼ 100% だと思います。冷蔵庫もずっと駆動させています。この中にはもうゴミしか入ってないんですけども、帰宅するまでずっとつけっぱなしにしようと思います。最終的には 95% から 6% まで使いました。現在時刻が9時半ですので、13時間ほど駆動させましたので、妥当な減り具合かなと思います。この後車移動で3時間半ほど充電させましたが、冷蔵庫を動かしながらでも 6% から 49.3% まで充電されました。運転する道や太陽の状況にもよりますが、今回使用した50アンペアの走行充電器の場合、200アンペアアワーの並列バッテリーを3時間で約40から 50% 充電されると感じました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。